どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前出した30センチキューブ溶岩石レイアウト水槽のことは覚えていますでしょうか？まだ見ていないという方は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらも見ていただければ幸いです。この水槽は隣の気候石レイアウト水槽と同じタイミングで立ち上げた水槽で、同じような感じのレイアウトの仕方をしています。見た目は全く違うんですが、石同士をガチガチに固定して小さな石から大きな石を作り上げたという意味では全く同じ。そういった新たなレイアウトの仕方を実施することで、自分の思った通りの構図が出来上がったため、こちらも気候石水槽同様気に入っています。前回は安くてとても綺麗なゴールデンテトラを50匹導入してましたが、それから経過報告を行っていませんでした。というわけで今回は、実はこの水槽結構大変なことになっていたので、その一部始終を動画で説明していきます。ぜひ最後まで見てやってください。それではやっていくんですが、前回までは初のトリミングを行ってしばらく経過してから苔が一切生えずに調子がすこぶるいいというところまでお届けしていました。前傾層のグロッソスティグマが立ち上がって報復してくれなかったりはしましたが、それ以外はおおむね好調。そこにゴールデンテトラを導入したことでとても華やかな水槽になりました。最後にお見せした水形はこんな感じで、後傾層をトリミングしたことで後ろがさっぱりし、全体的に整頓されてる感じがしてます。そこから1週間後の映像がこちら。なかなかいい感じになってますね。右側のロタラワヤナードは若干うねり始めてますが、先端部分が若干赤みを帯びてきてとても綺麗。すごく調子も良く勢いもすごいので、これが一度溶けた水草とは思いません。これなんでこんなうねってるんだろうと思ったら、こんな感じでめちゃくちゃ茎の途中から根っこを生やしてるんですよね。この根っこのせいで匍匐してるからうねりがあるように見えるのではないかと思ってます。まあ、匍匐しだしたから根っこが生えてきたのか、根っこが生えてきたから匍匐しだしたのかはわかりませんが、上から見るとこんな感じで、レイアウト石に隠れて見えにくくなってる左側のロタラナンセアンも結構いい感じに成長してます。ただどちらかといえばロタラワヤナードの方が勢力は拡大しており、左側に侵食してきている状態です。こうやって見るとどちらのロタラも光源に近くになるにつれて赤みを帯びてきているので、似た者同士なのかもしれません。何も知らずに植栽しましたが、偶然にも似ているロタラをチョイスしたようですね。他の水草に関しては、グロッソスティグマが中央の道から徐々に上へ上へと登ってきているのが気になるくらいでしょうか。あとトリミングした時にプレミアムモスに残骸がくっついていたのか、左の溶岩石からニョキッと生えてるグロッソが面白いです。これ取ろうとしたらプレモスも一緒に引っこ抜けそうなんでそのままにしてます。そこからさらに1週間後、動画で紹介したゴールデンテトラが入りました。水草の方もなかなか荒ぶってきており、ワヤナードが水面に到達しました。正直先ほどの状態の方が綺麗でしたね。ロタラの醍醐味はやはり森のような茂みを作るところなので、一本一本間延びしてる状態はあまりよろしくない。まあ水草の調子がいいことは確かなので悪いことではないんですけど、他の水草に関しても同様で、グロッソスティグマはあれからしっかり匍匐してますし、プレミアムモスも剥がれることなく徐々にこんもりしてきてます。こうやって見ると溶岩石とプレモスの相性は抜群ですね。くぼみに植栽していたニューラージパールグラスもすごい垂れてます。生態を大量導入したことでまた苔まみれになることは目に見えてますが、これからどうやって変化していくのか楽しみです。そこから2週間後の映像がこちら。見事に模されましたね。
右側のワヤナードはあまりにも伸びすぎて、呉服している茎の節目から新たな小株がじゃんじゃが生えてきてます。これを見るとロタラ系は縦に植栽するより寝かせて植栽した方が株数を増やすスピードはめちゃくちゃ速いように思います。その隣の岩陰に隠れていたロタラナンセアンも負けず劣らず伸びまくって大変。上から見るとこんな感じで、この状態が続くと他の水草たちがしっかり光を受け取ることができなくなりそうです。というわけで、このモサモサ状態から3日後にトリミングを行うことにしました。前回の気候石レイアウト水槽でもそうだったんですが、なんで伸びきってやばいところから3日置くんでしょうね。ちなみにトリミング前の状態はこんな感じ。若干グロッソスティグマが光を求めて上に向かっているのがわかります。そしてトリミングの映像をお見せしようかと思ったんですが、全体的にがっつりトリミングを行う関係上撮影はできませんでした。撮影しながらのトリミングって一番難しくて、作業内容は変わらないんですけど、作業時間が2倍以上になるんですよね。そんなことしてたらまた先延ばしにしちゃいそうだったんで、今回はトリミングがこれ以上遅れないことを優先するため、撮影を行わず集中してトリミングのみ行いました。カット後がこちら。だいぶすっきりしましたね。伸びきっていた後茎層もしっかりトリミングし、上に伸び始めていたグロッソスティグマもバッサリカットしてます。ちなみにトリミングカスはこんな感じで、トレイいっぱいのロタラが2つ分もできました。この後この水草たちをどうしたのかは覚えてません。そこから10日後の状態がこちら。右のロタラワヤナードは若干新芽が生えてきましたね。ただトリミングしたグロッソスティグマはなんかあまり調子よくなさげ。ちょっと茶色っぽくなってるところもあります。他の中茎層はトリミングしてないこともあってすこぶる元気です。そして上から見た後茎層なんですが、予想以上に左のロタラナンセアンがハゲ山になってます。ワヤナードの方はすでに茂みが形成され始めてますが、ナンセアンは復活するのでしょうか。そんなトリミングを行って微妙に調子が上がってないこの水槽なんですが、ここで大事件が発生しました。それがこちら。白点病の蔓延です。これ先ほどの映像の1週間後なんですが、ほとんどの生態に白点病が発症しています。1週間前の映像では全く見られなかったので、この1週間でここまで蔓延したようです。本当はもっと早く気づくべきだったんですが、ここでゴールデンテトラの退色が災いしました。見てもらったらわかると思うんですけど、体全体がシルバーに光っているため白点病が分かりづらいんですよね。さすがにここまで蔓延してたらわかるんですが、目立たないため初動で気づくのが遅れてしまいました。気づいたのは途中から入れたダークナイトラミレジーに白点病がついていたからです。黒いこのラミレジーのおかげでこれ以上発見が遅れずに済みました。というわけで結構白点病が進行しているため早急に対応をしないといけないということで、発見してすぐホームセンに駆け込んでこちらを購入してきました。それがこちら、アグテン。価格はチャーム本店で1443円。こちらは日堂から販売されている魚病薬です。近くのホームセンで買ったため2000円近くしたんですが、通販では待てなかったため割高で購入。この魚病薬は白点やお腐れ、水カビに効きます。正直白点病に効く薬は他にもあり、メチレンブルーやグリーンエフリキッドなら自分のうちに常備していました。ではなぜわざわざこれを購入したのかというと、アグテンは水草水槽内でも使えるからです。基本的に魚病薬は隔離水槽に入れて使用することが想定されているため、大体は水草に悪影響を及ぼすんですよね。本当は隔離するのが望ましいんですが、
これだけ多くの生体が入っている中、この小さな水槽で追いかけ回すのは逆にストレスがかかると判断したため、生体を移動させずに治療できるこのアグテンをチョイスした形です。使用方法は飼育水100リットルに対して10ミリリットルを添加します。30センチキューブ水槽はだいたい30リットルいかないくらいの水量なので3ミリリットル投与です。だいたい2日程度で薬効が薄れるようなので、生体の様子を見ながら2日おきに規定量を入れます。開封してみるとメチレンブルーと同じような色合いの液体が入っていました。これをシリンジで吸い取って気持ち 3ml より少なめで添加します。ちなみにこの100均のシリンジ、ガチでアクアリウム必需品レベルで使いやすいので、皆さん1個は持っておきましょう。おそらくメイクコーナーにあると思います。それでは早速添加していきます。できるだけ攪拌されるように突出口付近に添加しました。添加後の状態がこちら。メチレンブルー同様、水が青色に着色されてますね。これ後から分かったんですが、普通にエアチューブとかシリコン系の機材は青色に着色されるので気をつけてください。そして添加後にこのようにヒーターも設置しました。温度は25度から徐々に1度ずつ上げていって、最終的に30度にする予定。間違っても一気に5度上げないようにしましょう。できれば1日1度ぐらいが望ましいと思います。ちなみに白点病とは魚の海鮮虫という寄生虫が原因で発症し、その寄生虫が魚に寄生することで体力を奪い、最終的に死亡させる病気です。寄生している状態は幼虫であり、寄生虫になると魚から離れて水槽内を漂います。そこから指数関数的に増え、魚に寄生する幼虫が大量発生し、症状を悪化させるというサイクルです。ではなぜ水温を上げるのかというと、この魚の海鮮虫は水温が上がると幼虫から成虫になるサイクルが早くなり、魚に寄生している時間が短くなるんですよね。こうすることで寄生される状態を縮める感じです。そして今回使用したアグテンは、魚に寄生している幼虫状態の魚の海鮮虫を殺す効果はなく、水槽内に漂う成虫状態に効きます。なので水温を高くしてできるだけ早く魚から魚の海鮮虫を引き剥がし、成虫になったやつらをアグテンで抹殺するというサイクルです。アグテンだけでも十分効果はあると思いますが、お話ししたように高水温と併用することでより効果を発揮できるということですね。ちなみにここにプラスして遠浴も行うと魚の体力低下を防ぐことができるのでおすすめ。今回は水草水槽での治療になったためやってません。というわけで治療を開始して1週間後、完全に白点病を治療することに成功しました。ご覧の通りゴールデンテトラに大量についていた白い粒がなくなっています。治療前に2匹落ちてしまいましたが、治療中は1匹も落ちることなく無事でした。ただこの時にも問題が起きており、映像に映っているダークナイトラミレジーが薬浴中に飛び出してたんですよね。飛び出してからしばらくして気づき、急いですくい上げて治療を行った結果、ヒレはボロボロになりましたが、こちらも元気に泳いでくれるようになりました。見つけた時は正直もうダメだと思っていたんですが、諦めずに治療した甲斐がありましたね。というわけでいろんなピンチを乗り越えたこの水槽でした。生体の病気や異変を見つけたときはできるだけ早く対処することで事故を未然に防ぐことができるため、注意して観察しておきましょう。自分も肝に銘じておきます。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらを見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。